日に暖かくなる今日この頃、今日は MG ロードスターと一緒に広島の街をゆっくり巡ってみよう。まるで助手席に座っているみたいに景色をそのまま楽しめるので、左右に視点を移しながら見ていくのだ。まず最初に見えるのが運動大橋。1961年に完成した呉市を代表するランドマークの一つ。この橋の特徴はぐるりと円を描くループ道路。海面からの高さを確保するために作られた構造で、上からは瀬戸内海の穏やかな景色が広がるのだ。この海峡にはもう一つ橋があって、それが2013年に開通した第二温道大橋。交通量の増加に対応するために作られた橋で、こちらはループ道路ではなくまっすぐ海峡を渡れるのが特徴。正面に見えてくる大きな建物が IHI の呉工場。かつてここは戦艦大和を建造した旧呉海軍工廠の跡地で、当時の日本最大級の造船施設なのだ。現在は民間の造船機械工場として稼働していて、日本政府も造船産業を重要な分野として位置づけ、力を入れている地域なのである。この右に見えるのが呉医療センター。もともとは旧海軍病院として建てられた施設で、戦前から呉の医療を支えてきた場所なのだ。現在は総合病院として運営されていて、救急医療や災害医療に加えてがんセンターとしての役割もあるのだ。そういえば敷地内には寿司屋やドトールコーヒーも入っていて、患者さんや家族の方が利用可能なのだ。左に広がっているのが広島湾。対岸に見えている大きな島が江田島で、海上自衛隊の幹部候補生学校がある場所で、この海峡にはフェリーや高速船だけでなく海上自衛隊の護衛艦が通り、こうした船が行き交う光景は海軍海上自衛隊の町として発展してきた呉市らしい風景となっているのだ。国道31号線は広島と呉を結ぶ海沿いの道。瀬戸内海を眺めながら走れる区間が続いていて、途中には天ぷらやうどん、ラーメンが食べられる休憩スポットがあるのだ。なのでこの辺りは昼時になると結構渋滞が発生しやすい区間。広島の人は熱しやすく冷めやすいとよく言われる。その象徴の一つが左側にあった呉ポートピア。当時広島市周辺には2つの遊園地があって、どちらも一時期は大いに賑わっていた。だけどいつの間にか人が足を運ばなくなり、どちらも閉園してしまったのだ。それが現在左側にあるのは呉ポートピアパークとして生まれ変わった施設なのだ。もしまた機会があればもう一つの遊園地のお話もしていこうと思う。海沿いの光景は飽きてきたかな。ここで一気に広島市にはこの先は渋滞の難所。ここから国道2号線へ入っていく。
右に見えるのがマツダ E&T。 マツダ社の設計や試験を担当する技術会社。イベント用の天座のオープンカーやロードスターの福祉車両なんかもここで開発されてきた。マツダの縁の下の力持ちなのだ。国道2号線を曲がってここから裏道方面へ入っていく。この先は地元の人しか使わない抜け道ルートなのだ。右に見えるのはロードスター。こちらのもロードスター。上に見える高架が広島高速道路。この高速ができたおかげで昔に比べると渋滞はだいぶマシになったのだ。とはいえまだ混むところは混むのが広島の道路事情。3面を山、1面を海に囲まれた地形がこれまた渋滞を生みやすい。ここから裏道、すいすいのすい、一気に8倍速で駆け抜ける。広島の中心街へ入った。ここから一気に街の空気が変わるのだ。広島といえば路面電車の街。走り慣れていないとこれがなかなか難しいのだ。右折禁止の場所が多くて、右折するときは右後方から電車が来てないかの確認。さらに路面電車専用の信号もあって、これがまた慣れてないとややこしいのだ。その路面電車も新しい線路が敷かれて、右にある線路は廃線で撤去予定。街の動きに合わせて路面電車のルートも少しずつ姿を変えていくのだ。小学生の頃からよく使った路線がなくなるのはやっぱりどこか寂しい。でも実際は狭くて渋滞の原因にもなっていたので、なくなるのも悪くない気がするのだ。前方に見えるのが広島駅。広島最大の駅で、今も周辺がどんどん再開発中。新しくできた駅ビルの水面にはうまい店がいろいろ入ってるので、広島に来たなら一度は寄っておこう。そして前方の高架が広島駅周辺再開発の目玉である。駅に直接伸びる路面電車の新しい線路。路面電車もついに駅の中へ乗り入れる時代になったのだ。日本でこうやって路面電車が駅ビルの2階に直接乗り入れるのは広島だけなのだ。そろそろこのドライブも終焉なのだ。ここまで広島 VR 観光ドライブを楽しめたならチャンネル登録と高評価すべし。今後も VR で動画を作っていくので、ゴーグル持ってる人も持ってない人も楽しめるように改良していく。これからもよろしくなのだ。